9バール8バールぐらいで止まってるかな。はい、桐生です。いつもご視聴ありがとうございます。4回シリーズでお送りしているポータブルエスプレッソマシン特集。今回紹介するマシンはこちら。スターシーカースーパー58。58でいきましょう。58。スーパー58。じゃあ早速ね、始めましょう。前回まではね、発売されてから時間が経ったモデルを紹介してたので、皆さんももうご存知な、もう知ってるよっていう感じだったと思うんですけれども、今回紹介するこのスターシーカーのスーパー58は発売されてからまだ日が浅いんでね、ポータブルエスプレッソマシンとしては多分最新モデルになるのかなと思います。興味のある方も多いようなので、今回取り上げさせていただきました。簡単にね、このスーパー58の特徴を説明すると、オールメタルボディの中に最大15バールを発生させる強力なポンプを組み込んだ電動式のポータブルエスプレッソマシンになります。でね、スーパー58っていう名前の由来になっているのが、この一般的な業務用マシンと同じ 58mm サイズのフィルターバスケットを採用しているところになります。で、外観上の特徴は圧力ゲージが取り付けられていることですね。アウティンナノのようにね、お湯を沸かす機能はついてないんですけど、その代わり抽出モードが2つあって、1つは事前にプレインフュージョンを行ってから本抽出に入るモードが1つと、あともう1つは最初からフルパワーで抽出が始まるモードの2つが選べるようになってます。外観のデザインはこんな感じです。で、ここが抽出インジケーター、ここがメインボタンで、一番下のここがタイプ C の充電ポートになってます。圧力ゲージがあって、その下には圧力調整のボルトがあります。で、下はキャップになってまして、一応エスプレッソを入れられるようになってます。蓋を外すと水タンクになってます。最大容量は確か 70mm だったと思います。下がポルタフィルターになっていて、外すと本体カバーシャワースクリーンがあります。で、これがポルタフィルターとフィルターバスケットで、フィルターバスケットは取り外して他の市販品と交換することも可能です。あとね、スーパー58もう一つ大きな特徴があります。スターレストクラシックが 456.3、電動式のアウティンナノが 705.2g、 スーパー58はドン 1293.1g、 1200g、 1.2kg 超えです。かなり重いです。もうね、こうやって使うのは筋トレ並みだから、スーパー58は付属のスタンドを使って使用するのが前提になるかと思います。だからね、これだけ重いとポータブルとしてどうなのっていうのもあるんだけど、性能が良ければね、いいっていうのと、あともうこれ別に外で使うだけじゃなくて、家で使う能力がね、高ければいいのかなと思います。いや、確かにね、重いなって思いますよ。重い。もう筋トレできる。このスーパー58のいいところは、本体の他に結構付属品が充実してるっていうところですね。まず本体の他にこういう専用のスタンドがついてきます。それとおじさんがいつも重要視してる専用のドーシングリングと、簡易短パンが、これがねついてくるだけでね、かなり作業が楽になるので、このポイントが高いです。あとは、一般的なタイプ C の充電ケーブル、お掃除用の簡単なブラシ、圧力を調整するためのマイナスドライバーとスペアパーツ、スタンドを組み立てるための六角レンチ、こういうキャリングケースも付属してくるんで、結構充実したセット内容になってます。それではね、スーパー58でエスプレッソを抽出していきたいと思います。これね、最初にね、
おじさん言い訳させてください。まだね、このスーパー58のセッティングの途中なんですよ。だからおじさん的にまだベストなセッティングが出ていないので、もしかしたら失敗しちゃうかもしれない。その時はね、難しいんだなと思って笑ってください。できるだけ頑張ってみますんで。それでね、このスーパー58で美味しいエスプレッソを抽出したいなっていう方は、キットにねついてきてる標準のポルタフィルターは使わないで、市販の高精度フィルターに変えてください。その理由は、今ちょっと分かりやすいように部屋を暗くしてみたんですけど、見えますかね。この純正のフィルターバスケットってもう穴が何箇所か潰れてるんですよ。これだと出口が均等じゃないと美味しいエスプレッソは絶対に出ないので、市販の高精度フィルターバスケットに交換することをお勧めします。例えばこういう VST のね高精度バスケットとか、ちゃんとしたバスケットを使うことをお勧めします。エスプレッソの味、結局美味しい美味しくない決めるのはやっぱこのフィルターバスケットがいいか悪いかでもうほとんど決まっちゃうんで、あんまりね変える人いるかどうかあれですけれど、エスプレッソマシンを買ってね、一番最初に変えるパーツはフィルターバスケットだとおじさんは思います。それで今回は VST じゃなくて、おじさんが気に入ってるというか提供していただいているイタリアの IMS のね新しい去年出たビッグバンっていう高精度バスケット、これを使用します。これもなかなかいいバスケットなんでね見てもらえば分かる通り純正のバスケットとは精度が全く違うので、こういう高精度バスケットにね交換することをおじさんはお勧めします。じゃあポルタフィルターにバスケットを取り付けたら、コーヒー豆を 18g 準備します。説明書には 18g から 20g 対応ってなってるんですけど、タンクの容量的におじさんはとりあえず 18g で試してます。20だとちょっとねタンクの容量がギリギリなんだよね。今回グラインダーはスタシーカさんに思いっきり忖度して、スタシーカさんに送っていただいたエッジというグラインダーを使用します。これはシングルドーズのねグラインダーでエスプレッソ引きまでちゃんと対応しているグラインダーなので、それを使用します。マグネット式の蓋になってます。初めはあまりおじさん期待してなかったんですけど、意外に使ったら良かったです。普通に良かった。粒度はこのエッジで5にセットしてます。エッジのね粒度をダイヤル説明してもあんまり使ってる人いないんであれですけれど、豆を入れたらボタンを押すと、でベローで中の粉を出します。引き具合はこんな感じです。そしたらドーシングカップにかぶせてひっくり返してポンとドーシングリングを取り付けて WDT ツールで均等に配分していきます。せっかく 58mm で市販のバリスタツールが使えるので、アイケープのバリスタツールで準備していきます。でパック準備は完了です。そしたら熱湯を注いで本体を予熱します。これ大事です。こうやってね一度予熱してタンクと経路をね温めるのがポイントです。本体にポルタフィルターをしっかりと取り付けます。
そしたらお湯を注ぎます。もうお湯の量はマックスを超えて、もうギリギリぐらいまで。スタンドにセットしたら抽出の準備は完了です。それでは抽出を開始します。抽出を開始しますって言ってますけど、実はこれテイク3です。流度を1ダイヤル細かくして、抽出の圧力をちょっと下げました。それではやります。まずは電源スイッチ長押し。で、電源が入りましたら、2回押すとプレインフュージョンモードなので、それでやります。1、2。で、プレイが始まりました。これから本抽出に入ります。9バール、8バールぐらいで止まってるかな。ちょっとオーバーしましたけど、どうでしょうか。なかなかいい感じですよね。よし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 。ちょっといただきます。普通に美味しいです。これがスーパー58っていうポータブルエスプレッソマシンなんですけれど、見てもらってどうだったでしょうか。本格的といえば本格的ですよね。で、おじさんの率直な感想としては、結構マニアックで難しい。流度調整もそうですけど、圧力の調整。どの流度で合わせて圧力を合わせていくか。58mm のフィルターバスケットを使って出す本格的なエスプレッソマシンなので、絶対条件としてグラインダーはエスプレッソ引きに対応したグラインダーが必要になります。高性能グラインダーじゃないとこのマシンは使うことができませんので注意してください。いきなり初心者の方がこれを購入してっていうのはなかなかハードルが高いかな。使えるようになるまで結構何回かトライしないとなかなかいい感じではできないかなと思います。で、逆に今エスプレッソをもうすでに楽しんでてっていう方であれば、結構チャレンジングなマシンではあります。なかなか難しいなこいつと手なずけるのになかなか楽しめるというか、今まで培ってきた経験と勘を使いながらうまくいった時にね、今日のテイク3みたいにまずうまくいった時にやったっていう自分の技量を確認できるというか、結構楽しみもあります。ポータブルエスプレッソマシン特集3回目、スターシーカースーパー58、いかがでしたでしょうか。最新のポータブルエスプレッソマシンということで興味ある方も多かったと思うんですけれども、おじさん的にはですね、これからの可能性を感じるマシンだなっては思います。それでは今回の動画以上になります。最後までご視聴ありがとうございました。次回はね、また違うポータブルエスプレッソマシンをご紹介しますのでご期待ください。何か質問等ありましたらね、コメント欄の方にお願いします。それではまたお会いしましょう。